LINE のやりとりでなぜかうまく距離を縮められないと感じたことはありませんか？実はちょっとした返信の仕方一つで相手に与える印象は大きく変わるんです。なんとなく続かない、盛り上がらない、そんな悩みもポイントを押さえれば自然に好印象を与えられるようになります。この動画では誰でもすぐに実践できるモテ返信のコツを分かりやすくご紹介していきます。LINE での返し方に自信を持ちたいあなたに必ず役立つ内容になっています。見終わる頃にはきっとあなたもまた LINE したいと思われる存在になっているはずです。ぜひ最後までご覧ください。1、適度な長さとタイミング。LINE のやり取りでつい返信を長々としてしまったり、逆にスタンプ一つだけで済ませたりしていませんか？実はこの返信の長さとタイミングが女性に与える印象を大きく左右するんです。長すぎる返信は重たく感じられますし、短すぎるとそっけなく見えてしまいます。例えば相手から今日暑かったねと来た時に、そうだねだけだとどうしても冷たく感じてしまうもの。本当に暑かったね、外歩くだけで汗だくだったよと少し自分の状況も交えて返すだけでぐっと親近感が生まれます。またタイミングも重要です。すぐに返すのが親切な場面もありますが、常に即レスしてしまうと相手にちょっと重たいかもと思われてしまうことも。忙しい合間にふと LINE を返しているような自然な感覚が理想です。大事なのは返し方でモテが決まるという意識を持つこと。あえて少し間を空けることで相手にあなたを考える時間を与える効果も期待できます。急ぎの内容以外は相手のペースに合わせるつもりで適度なタイミングを意識しましょう。相手の話題にきちんとリアクションしつつ適度な間を置いて返す。このバランスが LINE で好印象を与えるモテ返信の第一歩になります。返信の分量やタイミングはちょっとした工夫で恋愛のチャンスを大きく変える要素になるのです。2、リアクションと質問で会話を広げる。LINE が続かないと悩んだ経験はありませんか？それ、もしかしたら返信の仕方に原因があるかもしれません。ただ返信をするだけでは会話はすぐに終わってしまいます。ここで大事なのはリアクションと質問をうまく使うことです。例えば相手が今日は友達とランチ行ったんだと送ってきたとしましょう。いいねだけで終わらせるのではなく、どこに行ったの？何食べたの？と軽い質問を返す。これだけでぐっと会話が広がりやすくなります。さらにリアクションもセットにすると効果的です。いいな、どこ行ったの？と感情を交えた返信をすると自然に盛り上がります。質問をするときはあまり重たくなりすぎないこともポイントです。相手に負担をかけず気軽に返せるような聞き方を心がけましょう。リアクションと質問を上手に使えば、この人と話していると楽しいなと感じてもらえる確率が高まります。LINE では相手を楽しませる会話のキャッチボールを意識することが何より大切です。あなた自身も話を広げる楽しさを感じながらやり取りをしていきましょう。3、絵文字、スタンプで柔らかい印象に。文字だけのやり取りってちょっと冷たく見えてしまうことがありますよね。特に男性は無意識にシンプルな文章だけで済ませがちです。でもそこで絵文字やスタンプをうまく使うだけで LINE の雰囲気はぐっと柔らかくなるんです。例えば了解ですとだけ送るよりも了解ですとするだけで相手の受ける印象はかなり違います。硬い印象を和らげて親しみやすさを演出できるのです。もちろん使いすぎは逆効果です。絵文字だらけの文章は読みにくくなったり、ふざけた印象を与えたりしてしまうので注意しましょう。あくまで1、2個を自然に添える程度がベストです。また、スタンプも上手に取り入れたいですね。スタンプだけで返信するのではなく、メッセージにスタンプを添える形が効果的です。文字のトーンだけでは伝わりにくい気持ちを絵文字やスタンプで補うことができれば、相手も安心して会話を楽しめるでしょう。硬くなりすぎない柔らかい LINE のやり取りは恋愛でも大きな武器になりますよ。あなたもぜひ今日から意識して取り入れてみてください。4、名前を呼んで親近感アップ。名前を呼ばれると嬉しいと感じたこと、あなたにもありませんか？ LINE でも同じで、相手の名前を自然にメッセージに入れるとぐっと親近感がアップします。例えば、お疲れ様だけでなく、〇〇さんお疲れ様と送るだけ。たったそれだけで相手はちゃんと自分に向けて言ってくれているんだなと感じるのです。特にあまり親しくない段階では名前を呼ぶことが距離を縮める大きな一歩になります。
ただ、あまり頻繁に名前を連呼すると不自然なので、要所要所でさらっと使うのがコツです。例えば、嬉しいことがあった時に、さすが〇〇さんだね、と褒めるように入れるととても効果的です。また、名前を入れることで会話に温かみが生まれます。文字だけだとどうしても機械的に見えてしまう LINE ですが、名前を添えることで、この人はちゃんと私を見てくれていると感じさせることができます。大事なのは自然に相手を尊重する気持ちで名前を呼ぶことです。距離を縮めたい相手には、さりげなく名前を添えた返信を心がけましょう。それだけであなたの印象は確実にアップします。LINE での小さな一言が恋愛の大きな一歩につながるかもしれませんよ。5. 共感ワードをさりげなく使う。 LINE での会話がなかなか盛り上がらない。そんな時、意外と見落としがちなのが共感の力です。相手の話に対して自分の意見を言うよりも、まず共感を示すだけでぐっと心の距離が縮まります。例えば女性が、最近仕事が忙しくて疲れたと言ってきた時に、そうなんだとだけ返すよりも、それは大変だったね、よく頑張ってるねと共感のワードを添える。この一手間であなたへの印象が全く変わるのです。共感はあなたの気持ちを理解していますよというサイン。誰だって自分の大変さや嬉しさに寄り添ってくれる相手には心を開きやすいものです。返し方でモテが決まると言われるのも、こうした小さな共感の積み重ねが恋愛に直結しているから。注意したいのは共感をわざとらしくしないことです。大げさに、それは世界一大変だねみたいな過剰な共感はかえって違和感を与えてしまいます。あくまで相手の温度感に合わせて自然に寄り添う言葉を選ぶのがポイントです。また、共感にプラスして自分の一言を添えると、さらに会話が広がります。わかる、自分も最近疲れやすくて、と少しだけ自己開示することで、お互いの距離はもっと近くなるでしょう。LINE のやりとりでは、まずは共感を意識してみてください。それだけで会話の空気が柔らかくなり、恋愛への一歩がぐっと近づきますよ。6. ポジティブな内容を心がける。LINE で何気なく送る一言でも、相手に与える印象は大きく違ってきます。特に重要なのが、ポジティブな内容を意識すること。疲れた、だるい、めんどくさい、といったネガティブな言葉ばかりを送っていると、読んでいる相手も気分が沈んでしまいます。逆に、今日はちょっと忙しかったけど、いい一日だったよ、のように、前向きな締めくくりをするだけで、相手も安心した気持ちになれるのです。LINE は表情が見えない分、言葉だけで相手にエネルギーを伝えるもの。だからこそ、返し方でモテが決まる場面では、意識的にポジティブさを持ち込みたいところです。例えば相手から、最近忙しくて疲れたと LINE が来たら、忙しい中でも頑張ってるのすごいね、とねぎらいながら、ポジティブな言葉を返す。こうしたやりとりを続けていけば、この人と話すと元気になるな、と思ってもらえる確率が高まります。もちろん無理に明るく振る舞う必要はありません。大切なのは、相手を明るい気持ちにできるようなメッセージを意識することです。ポジティブな LINE は、あなた自身の魅力も自然と引き出してくれます。LINE をするたびに、この人と話すとなんかいいな、と感じてもらえるように、ぜひ今日から心がけてみましょう。それが、あなたのモテる LINE 術につながっていきます。7. ペースを合わせて次の約束へつなげる。LINE で会話が盛り上がっても、その先に進まなければ恋愛にはつながりませんよね。そこで大切なのが、ペースを合わせることと、自然に次の約束につなげることです。相手がゆっくり返信してくるなら、こちらも焦らずに待つ。相手がテンポよく返してくるなら、あなたもテンポを合わせて返す。このペース感を合わせることで、相手に居心地がいいと感じてもらえるのです。一方的にガンガン送ってしまうと、どうしても相手に負担をかけてしまいます。さらに、会話が盛り上がったタイミングでは、さりげなく次の提案をしてみましょう。例えば、今度話してたカフェ行ってみる？とか、タイミング合えば一緒に〇〇見に行こうよといった感じ。あくまで軽いトーンで、相手がプレッシャーを感じないようにするのがポイントです。大切なのは、誘って断られたらどうしようと考えるより、自然な流れで次に進むことを意識すること。会話が盛り上がった時こそが次に進むチャンスです。ペースを合わせ、楽しい空気のまま次のステップへつなげる。それが恋愛を自然に発展させるモテライン術です。焦らず押しすぎず、リズムを合わせながら進めていきましょう。いかがでしたか？
LINE で好印象を与えるためには特別なテクニックよりもちょっとした気配りや意識の積み重ねが大切だと分かりましたよね。返信の長さやタイミング、リアクションや質問の工夫、そして自然な親近感の演出、どれも今日からすぐに取り入れられるものばかりです。あなたの返し方一つで相手にもっと話したいと思わせることができるのです。この動画でご紹介したモテ返信術をぜひ実践して LINE でのやり取りを楽しいものにしていきましょう。きっとあなたの恋愛も自然に前向きに動き出します。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。恋学チャンネルはあなたの素敵な恋を応援しています。